いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は秋アジングのポイントを解説していきます。秋アジングとはおよそ9月から11月までの期間を言います。秋はアジングにとって重要な3つの条件、水温、小魚、サイズがすべて揃う時期になります。春に生まれたアジが秋にかけて成長し、アジングで釣りやすいサイズになってきます。餌となる小魚なども成長とともに沿岸部に集まってきます。また、釣り人にとっても過ごしやすい季節になって、アジングを始めるにも最適な季節となります。今回は秋アジングが好調と言われる理由と、その釣り方のポイントを紹介いたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。アジングハイシーズン。小魚2インチ中心。ヒットパターンが変わる。それではこの3つについて解説いたします。アジングハイシーズンについて解説いたします。アジが捕食を行う温度。適水温はおよそ16度から25度と言われています。秋アジングは適水温はもちろん、最適温に入るベストな水温にもなってきます。アジは夏の暑さによって活性が低下していました。夏の暑さが和らぐ秋は水温がアジの最適温にも入り、アジの動きも活発になってきます。夏アジングはいわゆる豆アジと呼ばれる10センチメートルのサイズがほとんどだったと思います。秋になる頃には20センチメートルを超えてアジングで釣れやすいサイズに成長してきます。春から夏にかけて餌となる小魚、カタクチイワシやイカナゴも小さなサイズでした。小魚たちも餌となる動物プランクトンを捕食して秋になる頃には大きくなってきます。アジは栄養を取るために効率がいい小魚を捕食するようになります。そのため食性もプランクトンから小魚へ変化してきます。小魚2インチ中心について解説いたします。アジが好むカタクチイワシは春から秋にかけて産卵し、孵化した稚魚は透明なシラスで、餌の動物プランクトンが豊富な内湾や沿岸域で成長します。卵から孵化した後は1ヶ月でおよそ1センチメートルになって、インチで表すと 0.39 インチになります。カタクチイワシの寿命はおよそ1年から2年で、孵化してから1年で10センチメートル前後に成長します。そのため、春先に孵化したカタクチイワシは、秋にもなればおよそ5センチメートル程度に成長します。この5センチメートルをインチに直してみると、ワームなどのサイズでよく見かける2インチになります。アジングでよく使用される2インチワームは、春先に孵化したカタクチイワシが成長した秋頃のサイズと同じでした。ちなみに1インチは 2.54 センチメートルとなります。ヒットパターンが変わるについて解説いたします。変わりやすい秋の空の特徴を4つ紹介いたします。秋の特徴その1、寒暖の差。暦上で立秋は8月7日頃で秋の始まりを表します。冬の始まりは11月7日頃の立冬となります。立秋は平均気温が一番高く、立冬は平均気温10度台にもなります。秋アジングは寒暖の差が20度くらい出る時期になります。日に日に気温も水温も変化していく時期になりますので、調校の際は水温をしっかりチェックして、夏アジングから冬アジングまでの水温に適した釣りをしていくことが重要になってきます。秋の特徴その2、秋雨前線。9月中旬から10月中旬にかけて日本の南岸沿いに現れる停滞前線のことを言います。この時期の前線のことを秋雨前線といって、秋の長雨をもたらします。雨アジングを実践する機会が増えるかもしれません。秋の特徴その3、木枯らしが吹く季節。木枯らしとは晩秋から初冬にかけて吹く北寄りのやや強い風のことを言います。風が強い日が多くある季節になりますので、
天気予報などをしっかり確認して場所選びの参考にしましょう。秋の特徴その4、秋晴れ。秋の晴天や秋日和とも言います。移動性高気圧に覆われて、その圏内の下降気流のため、雲は少なく、空気は乾いて爽やかです。しかし、移動性高気圧が去ると、低気圧や前線がやってくるので、秋晴れは長続きしないのが特徴です。昼間は日差しが差し込み、明るい状況での釣りも多くなります。今回のまとめです。秋はアジングにとって重要な3つの条件、水温、小魚、サイズが揃う時期になります。アジが好むカタクチイワシは春先に孵化して、秋になると5センチメートルにもなってきます。およそ5センチメートルをインチ変換すると2インチになります。秋アジングは天候が変わりやすく、状況に見合ったテクニックが必要になります。テクニックの引き出しを増やすために、夏アジング、冬アジングをあらかじめ予習・復習しておくことをお勧めいたします。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。